日はナスのステーキ丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスのステーキ丼を作りたいと思います。はい、ということで今回はナスをステーキ風に焼いて丼にしていきたいと思います。ステーキソースは今回オニオンソースにしたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにソースの材料からご紹介します。材料はこちらです。玉ねぎ、お水、お醤油、料理酒、みりん、オイスターソース、無塩バター、お砂糖。ソースはこちらの材料で作っていきます。まずソースなんですが、オニオンソースにしていきたいと思います。そしてソースのポイントはこちら、オイスターソースとバターです。オイスターソースを加えるととてもコクがアップして美味しい仕上がりになります。さらにバターを加えることでとてもまろやかで美味しいソースに仕上がります。続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、薄力粉、ニンニク、オリーブオイル、ご飯、そしてトッピングに小ネギを使っていきます。こんな感じでメインの具材のナスはオリーブオイルで焼いていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、ソースの玉ねぎから切っていきます。玉ねぎはですね、粗いみじん切りにしていきます。やりやすい方法で切ってみてください。はい、玉ねぎはこのように切ってください。続いてニンニクです。ニンニクはスライスしていきます。スライスしたらですね、ニンニクはこの中心の芽を取り除いてください。爪楊枝などでやっていただくと簡単にできると思います。こちらの芽に関しましてはえぐみだったりとか、あとは焦げやすくなるので必ず取り除くようにしてください。はい、ニンニクの準備はこれで OK です。それでは続いてナスを切っていきます。ナスはまずヘタを切り落とします。切り落としたらまずこれを半分に切ります。切ったらですね、この皮の表面のところに浅く切れ込みを入れていきます。そうすることで火が通りやすくなるのと、あとは味も馴染みやすくなります。では入れていきます。ちょっとね、分厚いところは少し深めに切れ込みを入れてください。斜めに切ったら今度はちょっと縦にして、そしてまた斜めに切っていきます。はい、このように切れ込みを入れてください。ではね、残りも同じように切れ込みを入れていきます。裏面もね、ソースが染み込みやすいように軽くね、切れ込みを入れてください。はい、裏面はこんな感じです。両面ね、切れ込みを入れてください。そうするとね、食べた時もね、歯切れが良くなります。はい、OK です。そしたら切ったナスはね、水に浸します。そうすることでアク抜きができるのと、あとは変色も防ぐことができます。では残りも同じように切っていきます。はい、切り終わりました。そしたらね、だいたい 2,3 分ぐらいで大丈夫です。このまま水に浸しておきます。はい、2、3分経ちました。そしたらこちらの水を捨てて、ナスの水分を拭き取ります。水分はね、きちんと拭き取るようにしてください。しっかりとキッチンペーパーで拭き取ります。はい、そしたらですね、ナスに薄力粉をまぶしていきます。両面ね、薄力粉をまぶしてください。はい、こんな感じです。では残りもまぶしていきます。こうやってね、薄力粉をまぶしていただくとソースとの馴染みがね、良くなります。はい、ナスの準備はこれで OK です。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにオリーブオイルです。大さじ 1.5 から2ぐらいですね。そしてここにスライスしたニンニクを入れます。そして火にかけます。まずこのニンニクの香りが出るまでね、加熱していきます。火加減は中火です。ちょっとね、油を回しながら加熱していきましょう。はい、ニンニクがね、このようにじわじわっとして香りが立ってきました。そしたら一旦火を止めます。そしてナスの皮目を下にしてフライパンに並べていきます。皮からね、焼いていきます。ニンニクなんですが途中で取り出すので分かりやすく1箇所にね、まとめていただくといいかなと思います。
こんな感じです。そしたらもう一度火にかけます。火加減は中火です。このままだいたい1分から2分ほど焼いていきます。ちょっとね油跳ねする時もあるのでやけどしないように注意してください。ニンニクなんですが、いい感じに焼き色がついたものから取り出してください。焦がさないようにだけね注意してください。はい、ニンニクはこのように取り出してください。はい、今ねだいたい2分ほど焼きました。そしたら裏返します。このように皮目がねしんなりすれば OK です。そしたらね少し蒸し焼きしていきます。やけどしないようにお水を大さじ1ほど入れます。はい、そして蓋をしてこのまま1分蒸し焼きします。火加減は弱火です。はい、1分経ちました。そしたら蓋を開けます。こんな感じでね美味しそうに焼けてますね。ちょっと焼き色チェックします。もうちょっとかな。もう少しだけ焼いていきます。火加減ちょっと強めます。弱めの中火ぐらいで裏面に綺麗な焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね片面だいたい1分ほど焼きました。そしたら火を止めます。焼き色がついてたら一度ねフライパンから取り出します。このぐらいついてれば OK です。では取り出します。はい、OK です。ではこちらは一度このまま置いておきます。そしたらこのままフライパンを使っていきます。まずここにバターですね。バターを加えて、そして玉ねぎも加えます。玉ねぎを加えたら火にかけます。火加減は弱めの中火です。玉ねぎに火が通るまで炒めていきます。はい、でこのぐらいですね。だいたい1分ちょっと炒めて玉ねぎに火が通ったらここに調味料を入れていきます。まず最初にお水、そしてお醤油、料理酒、みりん、お砂糖、オイスターソースを入れます。そして混ぜましょう。オイスターソースがしっかり溶けるようにきちんと混ぜてください。ちょっとねクツクツしてきたら一旦火を止めてこちらのナスを戻し入れます。そして火にかけます。最後はですねナスに煮絡めて仕上げていきます。このソースに少しねとろみがつくまで煮絡めましょう。ナスも時折ねこうやって裏返しながらね煮絡めていきましょう。火加減は中火です。はい、OK です。このようにねソースにとろみがついたら火を止めます。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。それではねご飯に盛り付けたいと思います。こちらのニンニクは最後トッピングで使いたいと思います。はい、これでナスのステーキ丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにナスがトロトロで美味しそうに仕上がってます。そして最後上に途中で取り出したニンニクと小ネギとあとは糸唐辛子を彩りでトッピングしました。こちらはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。ナスがすごく柔らかいです。美味しい。そしてまたこのニンニクがすごくアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスのステーキ丼のポイントです。まずナスなんですけれども、ヘタを切って、そして半分に切ったら両面に切れ込みを入れてください。そうすることで火の通りも良くなって、さらに味の馴染みも良くなります。あとですね、こうやって切れ込みを入れていただくと、歯切れも良くなってとても食べやすくなると思います。そしてナスを焼く時に一緒に入れたニンニクなんですが、こちらはずっと一緒に入れておくと焦げてしまうので、ある程度色づいてきたらこちらは取り除くようにしてください。そして最後にオニオンソースに一緒に入れていただいてもいいですし、トッピングで乗せていただいても OK です。そしてナスなんですけれども、最初皮目から焼いていただいて、裏返したら今度は蓋をして蒸し焼きしてください。そうすることで短い時間でもしっかり中まで火を通すことができます。その後オニオンソースを作って煮絡めて仕上げてください。今回はですね、糸唐辛子も横にトッピングしたんですが、もし辛いのがお好きな方はオニオンソースに唐辛子を入れていただくといいかなと思います。今回の分量でいくと2人前になります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスのステーキ丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。